ZDX24mm F1.7 vs ZDX1650mm 玉ボケ対決。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。12月13日に予約していたニコンの Z52 が届きませんでした。予約開始日の10時から2時間半ほど遅くなっただけで納期未定になりました。一緒に注文したニッコール ZDX24mm F1.7 は先に到着しているので、このレンズの玉ボケを調べてきました。カメラは Z30 です。明るい単焦点レンズのボケ具合を確かめると同時に、キットレンズの ZDX1650mm F3.5/6.3VR で同じような写真が撮れるか挑戦してみます。それでは Let's get started! ながチャンネル。玉ボケを撮るために駅前のイルミネーションにやってきました。黄色の馬を撮影します。24mm の単焦点レンズで絞りは開放の F1.7。 形は少し歪んでいますが綺麗な玉ボケが撮れました。キットズームレンズは 34mm で絞りは開放の F5。 開放でも F5 なので玉ボケになるほどはボケませんでした。次はツリーの星をアップで撮ります。24mm の単焦点レンズで絞りは開放の F1.7。 中身がクリアな綺麗な玉ボケが撮れました。キットズームレンズは 44mm で絞りは開放の F6。 背景が遠くなので玉ボケになりましたがやや角張っています。ながチャンネル。ハートのオブジェの飾りから背景に奥のツリーを入れて撮りました。24mm の単焦点レンズで絞りは開放の F1.7。 中心部の玉ボケなので綺麗な丸ボケになりました。キットズームレンズは 28mm で絞りは開放の F4.5。小さいですが丸ボケになりました。拡大すると玉ボケの中がやや汚いです。
キットズームレンズは望遠側にしてぼかそうとすると絞りの値が大きくなり玉ボケを作るのが難しかったです。また小さな玉ボケができても拡大してみると中身が均一ではなくやや汚いです。24mm の単焦点レンズは比較的簡単に玉ボケを作ることができました。周辺部の形は少し崩れていますが中身は綺麗です。Z52 や Z30 のような DX 機にとって F 値の小さいレンズが1本あると撮影の幅が広がると思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。